星野シャナのスターライトラジオ。こんばんは、星野シャナです。今回は目的と目標とゴールの話をしたいと思います。なんかすっごい真面目な話我ながら思います。っていうのも、なんでしょう、ちょっと仕事をしていて、一応社会人になったのでそう、お仕事をね、しているんですけど、その仕事の中でいろいろ計画立てというかプランニングみたいなところでね、目的と目標とゴールを設定しようってなったりとかしたんですよ。で、話題に上がったんですけど、意外とその辺がふわふわしているというか、他人と共通認識を持てていないなっていうことに気づいて、これを押し付けるわけじゃないですけど、私にとって目的と目標とゴールってどういうものなんだろうっていうのを自分の言葉で説明できなきゃいけないんじゃないかなっていうふうに感じて、はい、今回ちょっとラジオで喋ってみようかなっていうふうに思いました。とは言っても、やはり社会人1年目、もうビジネススキルとかもうない。全然高くないですって言おうとしたけど、ないですわ、そんなもの。そう、ないんです。なので、なんて言うんだろう、あくまで個人の解釈というか定義というか、その、私が一個人としてその計画立てるときにね、目的とか目標とかゴールっていう項目を埋めなきゃいけないときに、どういう解釈をそれぞれの項目に対してしているかっていうのを、ちょっとお話しできたらいいなっていうふうに思います。で、このラジオがちょっといつ上がるかわからないんですけど、おそらく年末になるかなという気がしているので、来年の計画を立てるときとかね、皆さんやるでしょ？ 1 年の抱負とかさ。なんかそういう時にもうちょっとなんでしょう、現実的なプランニングに落とし込んでというか、計画立てる時に役立つかもしれないから、一応ね、公開してみようと思うので、興味がある方は聞いてください。興味がない方は BGM にでもしていただければと思います。はい、では早速本題に入りましょう。まずね、それぞれの項目に対する解釈をね、ざっくりお話ししていこうかなと。そう、目的と目標とゴールって3つの項目があった場合ですね。まず目的。目的は私は最終的にどうなってほしいかみたいなところだと思うんですよ。で、どうなってほしいって言われても難しいと思うんだけど、そう、これはね、あんまり具体的じゃなくてもいいのかなっていう気がしてるんです。っていうのも後で具体例出すんですけど、目的はあくまで何でしょう、ふんわり思い描いているものというか、そう、それを具体化していくのが目標とゴールだと思うので、私は目的の時点では別に抽象的でもいいかなというふうに思ってます。そう、最終的にどうなりたいか、どうなっていてほしいかっていうのが目的だと思っています。で、その下の目標は、なんでしょう、もう少し具体的にっていうと、なんかふわってしてるじゃん何をどう具体的にしたらいいのよってなっちゃうと思うので、私はなんか自分ごと化みたいなのがポイントかもなっていうふうに思ってます。そう、具体化っていうのは、その目標として自分ごととして、それはどういうものかっていうのを説明するのが目標だと思う。だから目的は割とふわっと置くじゃないですか。で、それは自分にとってどういうものなのっていうのをもうちょっと詳しく説明してあげる感じかな。言ってることは多分似てきちゃうんだけど、なんでしょう。人と人の間で持ってる知識とか解釈とかっていろいろ差が出ると思うので、そこの違いが明確になるのが目標の言語化なのかなっていうふうに思う。わかんないだろうから、流してもらって大丈夫です。後でちゃんと具体例出します。はい。で、その目標の下にあるゴールですね。ゴールは、そのために達成しなければならない指標みたいなものだと私は思ってます。難しい言葉、難しいかわかんないけど指標っていう言葉使っちゃったけど、なんか簡単に言うと数字で目標を表そうねみたいな感じ。伝わる？そう。だから目標だとあくまで説明、言語化みたいなところに焦点を置いていたんですけど、ゴールっていうのは具体的にそれが結果として現れてくる形。だから分かりやすいのがやっぱ数字だと思うんですよ。そう。どの数字を達成しなきゃいけないのかっていうのがゴールだと思ってます。そう。で、なんでこれを設定するのかってなった時に、多分目的がさっきふわっとしててもいいよみたいな話をしてたと思うんですけど、目的のね、そのふわっとした形が一緒でも、やっぱ目標って人によって違うはずですし、目標が変わればゴールの設定も変わってくるっていうのがやっぱ大事だと思うんですよ、私は。そう、目標はあくまで個人の視点というか、自分にとってその目的をどういうものか捉えてるのかみたいな、ちょっと言葉がごちゃごちゃでごめんなさいね。そう、目的はあるんだけど、そのふわっとした言葉は自分
はどういうふうに理解してるか、解釈してるかみたいなのが目標だと思うから、目標から個人差が出てくると思うの。で、目標で個人差が出るってことは、もちろんそれに紐づくゴールも個人差が出てくるっていうことなので、そこの、なんでしょう、バラバラな感じをチームでなんか動くときは揃えなきゃいけないから、わざとこの3つというか、を、なんかあえてね、表に出して設定していくのかなっていう気がしています。はい。で、今ちょっと流れで喋ってしまったんですが、基本的に私はピラミッドみたいな図形で考えていて、一番上にあるのがね、目的なんですよ。で、その下に目標があって、その下にゴールがあるっていう、三角形の形を思い描いているんですね。なので、一番下、土台の部分が最終的に具体化されればいいかなって思ってるから、目的が抽象的にもいいよみたいなお話をしたんですよ。トップの目的はそんなに絞られてなくてもいいと思うんだけど、その下の階層に行くにつれて、具体化されていないと、結局どっから足引っ掛けりゃいいのよって話になっちゃうので、目的より目標がはっきりしていて、目標よりゴールがはっきりしている、具体化されているっていう状態を目指すべきなんだろうなっていうふうに感じています。ざっと概念というかお話ししましたが、意味がわからないと思うので私もこんなのを聞かされたところでね、わかると思ってないから、具体例を出しましょうよということで、用意してきましたよ、稚拙な具体例を。まずね、目的何がいいかなって思ったんです。で、誰しも思うことでしょう。私これにしました。目的、頭が良くなりたい。簡単でしょ？でもふわっとしててなんかよくわかんないじゃん。目的、頭が良くなりたいだった場合に、どういう目標とゴールを設定するかちょっと考えましょうよということで。目的、頭が良くなりたいで、これに対して目標を考えなきゃいけないんですね。で、さっき目標はもうちょっと具体的に説明してあげるとか、自分ごと化してあげるみたいなお話をしたんですけど、今回の場合は頭が良くなりたいが目的にあって、じゃあ頭が良くなりたい、頭がいい人って自分にとってどんな人っていうのが多分目標になると思うんですね。で、例えばこれがめちゃめちゃいろいろ出てくるんだけど、なんかみんなにとっての頭がいい人って多分違うじゃないですか。一つには、その一教科でもいいから、とにかくテストで1位になれる人とか、あとは逆に全教科バランスよく高得点取れる人、バランサータイプの人ですね。どっちも頭いいには頭いいじゃん。人によってそのどっちの方が頭いいっていうのはあるだろうけど、頭がいいっていうくくりを具体化していくといろいろ意見が出てくるわけですね。で、他にも、英語がペラペラ話せる人とか、よくありません？なんか英語話せると頭いいねって褒めちゃうやつね。あれも頭いいの一種じゃないですか。あとは長い時間勉強している人もある意味頭がいいっていうふうに思われるのかもしれないですよね。私は反対だけど。もう時間はとにかく削っていくべきだと思ってるので、もう長時間勉強なんかすんな、睡眠しろっていうタイプなんですけど、その1日3、4時間勉強して記録つけて、授業とかさ、なんか他人の先生に記録出したりするじゃないですか、テスト前とか。ありました皆さん。私はあったんですけど、それで1日3時間勉強してきたとか書いてる子は、頭いいんだろうなって思いました。だから、実際の成績がうんぬんは置いておいて、長い時間勉強してたら、ガリ勉っていう意味でね、なんか、あまりよろしくない言い方なのかもしれないけど、ある意味頭がいい人の枠には入ってるわけですよ。とか、あとはね、これもそうだと思う。うんちくがたくさん言える人、ちょっと嫌みったらしい感じになっちゃうかもしれないですけど、うんちくがたくさん言える人って要するに知識が、幅広い分野の知識持ってるってことじゃないですか。それもなんか学校の成績では測れないけど、ある意味頭がいい人ってことにはなりますよね。っていう感じで、今いくつ出したんだろう？ 1、2、3、4、5。頭がいい人っていう解釈だけでもう5通り私の中から出ているわけですよ。もうそりゃ個人差が現れるわけね。一つの目的、頭が良くなりたいから5つの考えられる目標が出てきたわけです。で、その下にゴールを紐付けなきゃいけないんですね。なので、例えば最初に言った1つでも1教科でもいいからとにかくテストで1位になる人っていう目標があった時に、じゃあそれの考えられるゴールっていうのはどの教科で1位を目指すのかとか、そういう話になってくるわけですよ。例えば、もうとにかく世界史で満点を取るみたいな。結局学校のテストって100点取ったら同率1位とかでも絶対に1位にはなるはずじゃないですか。複数にいてもね。だから得意教科をとにかく必死に練って、
満点を取ることで1位を取るっていうのも一つのゴールですよね。あるいは、ちょっとせこいけどあんまり勉強してなさそうな教科、技術家庭科とかねで、1位を取る。真面目に勉強して。そう。そもそも敵が少ない分野で戦いに行って1位を取るっていうのも、でも結果的には同じわけですよ。1位を取るっていう目標は達成してるからね。ただゴールが2種類あると。クリアの仕方がね。そう。っていう感じで紐づいてくるんですよ。で、一応他のさっき立てた目標についてもそれぞれゴールを用意したのでご紹介していきますと、全教科バランスよく高得点取れる人っていうのが目標にあったとするじゃないですか。そう、頭がいいイコールバランスよくできるみたいな、文武両道みたいなタイプになるのかね。そう。この場合だと多分点数を決めてあげるといいと思うんですよ。だから全教科7割以上取るっていう。これ私学生時代目標立ててましたね。バランサーだったね。そう。なんかふわっと高得点っていうんじゃなくて、高得点の部分を何点以上みたいな感じで明確化してあげると、なんか一気にゴールっぽくなるというか、テープが見えてくるよね。とか、あとは、英語がペラペラ話せる人っていうのも、さっき頭がいい人の目標に立てたんですけど、じゃあ英語がペラペラ話せるの、ペラペラっていうの、ここの部分って結構ふわっとしてるわけですよ。これをいろいろ解釈というか考えていくと、まず発音よね。発音をこう矯正して、もう AI が7割正しく認識してもらえるようになるみたいな。あれ、要するに Siri ですよ。日本人がね、シリに英語で話しかけると全然反応しないみたいなやつ、ちょっと一時期あったじゃないですか。ああいうのをなくす、もう70%で正しく認識してもらえるように頑張るみたいなのも、ペラペラではあるよね。発音が綺麗イコール上手に喋れてるみたいな。もしくは、そのペラペラ話せるっていうのが、すぐに文章をちゃんと作れるっていう意味だったら、もう言われてすぐ5秒で作文できるようにするとか。無理難題に思えるけど、別に5秒で作文の具体的な内容言ってないから、I like baseball でも5秒で作れれば OK っていうことよ。そう。解釈次第だね、この辺は。とか、あとは、そのペラペラ話せるが、その外国人の方と、コミュニケーションがすごく取れるっていう意味で考えたら、そのコミュニケーション力磨いて、例えば ALT の先生と5分話し続けられるようにするっていうのも、もうペラペラ話せてるとは言える気がしません？あとは、そう、ペラペラが、つまりなくというか、堂々と喋ってるっていう風に認識しているんだとしたら、毎月1本英語でスピーチをやりますとか、もゴールの一つとして考えられますよね。だってみんなの前に立って、英語で堂々とスピーチをする。それをつまらずに言えたら、もうペラペラ話せてるっていうことにはなると思うので。そう。だから、今の場合だと、英語がペラペラ話せる人のペラペラの部分を、こう、どんどん具体化していくと、こんだけいろんなゴールが見えてきますよっていうお話ですね。で、次。長い時間勉強している人が頭がいい人っていう場合は、そう、長い時間をやっぱり具体的にしてあげたいよね、数値として。例えば、平日は3時間勉強するとか、もしくは、毎週15時間以上とかでも現実味はあるかもしれないよね。そう、やっぱ予定があるじゃん、みんな。私だって缶詰で勉強しろなんてね、絶対言いたくないですから。そう、毎日3時間は無理でも、今日はちょっと長めにやって、明日は1時間分多く遊んじゃおうかなみたいなことをしたい人もいるかもしれないから、そういう人にとっては平日毎日3時間よりも毎週15時間以上みたいなゴールの方が向いてるかもしれないよね。そう、時間一つとってもね、解釈の仕方いろいろありますから。で、うんちくがたくさん言える人に関しては、やっぱりそう、うんちくがたくさんって結構ふわっとしてると思うから、そう、たくさんを解像度上げていきたいよね。1日1個うんちく覚えますとか、もしくは1日1個発表します。話しますとか。あとは1日3個を調べてノートにまとめますとか。そんな感じ？そう、たくさんっていうのを、どれぐらいやるのか。1ヶ月に何個とかでもいいんだけど、1日何個の方が割と分かりやすいかなと思って、今回私が出した例はこんな感じになりました。っていう感じで、そう、めちゃめちゃね、広がるんですよ。図にまとめるとしたら多分樹形図とかがいいんだろうなっていうふうに思うんだけど、目的をね、まず一番上にドーンって置いて、その下に目標を、枝を伸ばしていくわけですよ。で、その枝からさらにゴールが分かれていくわけなんですよ。言葉でね、説明するとすごい難しいんだけどね、実際に書いてみてほしいわ。そう。で、樹形図って話をしたんですけど、じゃあ今私が散々ベラベラ喋って
いや別にね、悪いことしてるわけじゃないんだけど、こう、ダラ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 喋るじゃん。喋って今樹形図がね、仮に今話した内容を全部図にまとめられたとするじゃないですか。でもそれができたらおしまいじゃないんですよ。そこで終わったら意味がないんです。肝心なのはですね、結局自分はどの道を選ぶのかっていう話だと思うんですよ。そう、だから、なんか最初にね、ピラミッドの三角みたいな話をしたと思うんですけど、私が思うになんかちょっと登山のイメージに近いのかなと思って。そう、山を登らなきゃいけないわけですよ。てっぺんに向かってね。目的がてっぺんにあるから。そう。で、その間に目標とゴールを設定するのは、その自分の登り方を決める、なんだろう、手段というか、根拠にするためだと思うのね。そうだから、例えば自分の強みを生かして登ります。得意ルートで登りますっていう風になるのか、もしくは、いや、私はここが弱みだって自覚してるから、弱みを克服するために、もう今回はちょっと困難な道選びたいんですっていうのも一つの選択じゃないですか。もしくは、もうすぐできそうだからこれやりますとか、あとはなんか計画的に無理がない。実現性高そうだからこれをやりますとか、もうこの方法で成功したら一番かっこいいからみたいな。まあ今はふわっとした言い方しましたけど、こう成功イメージが一番鮮明に浮かぶものとか、あとは好きなことと合わせながらできるからとか、一番モチベーションが上がるやつとかね。そう、登り方をいろいろ選べるんですよ。そう。だから樹形図を書いた状態っていうのは、その登り方の種類を出し切った状態だけなんですよ。そう。登り方を全部調べ終えた後でどの道で登るかを選ばなきゃいけないっていうのが最終決定だと思うんですよね。でも個人だったら、まあ、いろいろ寄り道しながらでもいいかもしれないけど、結局最終的にチームで何かを動かさなきゃいけないっていう時は、もうなおさらこの絞り込みって大切だと思ってるんですよ。っていうのもね、それぞれがやっぱりいろんなルートをそれぞれ知ってたりとか、事前に調べてたりするわけですよ。で、今回はどのルートで行きましょうっていうのを決めてあげると、みんなが同じ方向を向けるんですね。一応これメリットとして語ってはいるんですけど、じゃあ逆にみんなが同じ方向を向いていない、どのルートで登山するのかを決めてないと何が起きると思いますって話です。そうです。遭難者が出ます。迷子が出ちゃうんですよ。それがね、すごい多分、なんだろう、バンドのさ、方針の不一致じゃないけども、ね、なんか起きちゃうんだろうなっていう気がする。だから、目的だけがはっきりしている状態だと、それぞれ違う道で登るじゃん。だから、お互いの登ってる進捗も多分わからんし、仮にね、メッセージアプリとかでいろいろやり取りするのが無線と同じような感じで分かったとしてもだよ。しても実態が見えないというか、ね、なんか、お互いの計画が一切わからないというか、で、なんか、いつの間にか、あれ外れてるっていうのに気づきにくくなっちゃうんじゃないかなっていう気がしていて、私としては。そう。ただ、その頂上の前のポイント、通過ポイントがきちんと把握できてる。だから、ここで言うと目標とゴールのことですね。目的の下に目標とゴールをきちんとどことどこの目標とゴール通りましょうねっていうのを決めておけば引き戻しやすくなると思うんですよ。そう、ルートが固定されるからね。今回はこのルートでみんなで行きましょうって言ってるから、勝手に A ルートから B ルートに移ろうとした人を、いやいや、今回は A でしょ、みんなで団結して頑張ろうねっていう風に引き戻しやすくなるセーブポイントみたいなものだと思ってる。そうからルートを選択しましょうねっていうお話をしておりました。これ伝わるのかな？あくまで私の解釈ではあるけどね。そう、でもやっぱりチームで動く時の、解釈の不一致って結構重要な問題だと思うのよね。だってそれが後々に響いてくるわけですよ。で、最終決定でちゃぶ台とか返されたら嫌じゃん。そう、だから最後の方、後半に方針の不一致とかが出ることがなくなるように、目標とゴールを事前に決めておきましょうね。ルートを絞っておきましょうねっていう意味で、目的と目標とゴールのお話を自分なりに説明してみました。いかがだったでしょうか？まあ、自己満足ではあるんですけどね。でも最近すごい思うのは、やっぱインプットはね、すごく大事ですよ。ただインプットした情報をアウトプットしないと、結局自分の力にならないというか、使えないんですよね。使い方知ってるけど使ったことないわみたいな状態が発生してしまって、すごい危険だなって思ったの。
で、そう、アウトプット大事だなっていうのを最近しみじみ感じるので、引き続きこんな感じでね、ふわっとしたラジオ形式ではあるんですけども、話していけたらいいなっていうふうに思います。社会人っぽくなったいや、もう気づいたらもうちょっとで8年目なんですよ、実は。今変なところでね、唇ふわっふわになりましたけど。そうなんですよ。中学生ぐらいから続けてきてね、今になってはこんなことを考えられるようになったんです。そんな感慨深い気持ちもね、込めながら温かく引き続き見守っていただければと思います。はい。今回はこの辺で終わっていこうかな。目的と目標とゴール、3つの真面目な話をさせていただきました。最後までご視聴いただきありがとうございました。お相手は星野シャナでした。おやすみなさい。